皆さん、こんにちは。まなみです。今回は持ちのいいクッションファンデーション2つを比較していくんですけれども、クリオのキルカバーメッシュブラクッション SPF40PA2 プラスとザーセムのカバーパーフェクションコンシーラークッションリニュー SPF50 プラス PA4 プラスを半眼比較していきます。まずこちらのザーセムの方なんですが、5色展開になっていて、私は 1.255 ライトベージュを購入しました。紫外線カット美白シワ改善効果があるのと、あとコンシーラーメーカーのカバーノウハウを詰め込み、シミ、赤み、毛穴、くすみを完璧カバー。乾きすぎないシルキーマットテクスチャーって書いてあるんですけど、セミツヤみたいな仕上がりで、超軽量密着、アンチダークニングパウダー入りで72時間カバー持続と書いてあります。こちらは5色展開のようですが、9点で販売しているのは3色展開でした。セミマットクッションで、ベタつきのないエアリーな質感でクリアな仕上がり、よれ知らずの滑らかカバー、清涼感のある使い心地で毛穴をすっきりカバーと書いてあります。クリオの方は石鹸のような香りがします。塗ったら全然気にならない程度なんですが、香りがあって、ザーセムの方は香料は入っていないと思います。色味は、こちらがザーセム、こちらがクリオの方です。テクスチャー的にはザーセムの方が緩くて、クリオの方がマットなテクスチャーとなっています。それではここからは塗っているところをご覧いただきますが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。それでは日焼け止めを塗っていきます。スキンアクアのヒアルロンセラム UV SPF50 プラス PA4 プラスです。実はこれを取るのが4回目とかになるんですけど、1回目は塗った時に角栓がかなり目立ってしまったので、パウダーが原因かなと思っていつも使っているシャネルから資生堂に変えたんですね。そしたらすごく綺麗に保たれたので、この組み合わせの方が合っているんだなと思ってルンルンで撮影していたんですが、10時間後の撮影がうまくできていなくて録画ボタンを押し忘れていたので全然撮れていなかったっていうことがあり、3回目昨日撮影したんですが、なんか若干よれるなっていうのがあったので、今日決着をつけようと思って撮影をしております。それでは左側にクリオを塗っていきます。パフはこんな独特な形をしていて、私は少し塗りづらいなと思ったんですけど、ファンデーション塗ってる時に線がついてしまって塗り広げづらいなと思ったので、本日はこちらを使っていきますが、普段は手持ちの雫型のパフを使おうかなと思っています。で、中はこんなメッシュタイプになっていて、最初に使う時にかなり液が外に出ていたので、それを一度ティッシュで落としてから使っています。上に染み出ている液って油分が多かったりするっていうのを聞いたことがあるので、拭き取って使っています。それではこちら側に塗っていきます。で、思ったのがですね、こちらは結構セミマットで、ツヤ系のファンデーションの上から塗っているので、ツヤっとして見えていると思いますが、手の甲とかで試した時は、ちゃんとセミマットのファンデーションです。で、塗ってる時毎回思うんですけど、これを単品で塗っている時はかなりカバー力が高いなって感じるんですが、もう片方のザーセムの方がもっとカバー力が高いんですね。なので比べるとミディアムくらいのカバー力なんだなって感じます。で、このファンデーションを塗ることで日焼け止めだけを塗っている方よりもツヤを抑えられているのがわかります。左側にクリオを塗りました。おでこはこんな感じです。カバー力かなりあるように見えるじゃないですか。明るいからかもしれないんですけど、この頬の部分を見た時に少しだけ赤みが透けて見えています。で、今日はこちらの方が肌の赤みが強いので、同じぐらいのカバー力になるかもしれないんですけど、肌のトーンが均一の時に塗るとザーセムの方がカバー力は高いので、こちらの方がナチュラルにデイリー使いしやすいかなって感じました。で、毛穴はほぼ埋められていて、毛穴落ちなく塗れています。それでは右側にザ・セムを塗っていきます。こ
ちらは普通に塗りやすい雫型のパフで、中はクッションタイプです。今日こちら側の肌色がかなり赤いんですよね。で、先にお伝えしてしまうと、私はザ・セムのファンデーションの方が好きなんですけど、クリオと比べるとザラつきが少ないかなって感じていて、ファンデーションが綺麗に保たれます。こんな感じでこすっても毛穴落ちはしにくいので塗りやすくて、ただパウダーを多めに重ねすぎてしまったりとか、私の場合はかなりマットなパウダーと合わせるとザラつきは両方とも出てしまったので、塗り方とかにも注意が必要なファンデたちかなって思っています。で、ザ・セムはセミツヤ仕上がりのファンデーションなので、その点クリオと比べると塗りやすいのかなっていう印象ですね。両方ともファンデーションを塗り終えました。おでこだと左右差はわからないかと思いますが、頬を見てみるとどうでしょう。光を遮ってみたら、この辺りの赤みとかがこちらの方が透けていないのがわかるかなと思います。で、特に今日はこちらの方が赤みが強かったので、それを考慮してもやはりこちらの方がカバー力は高いです。塗りたては両方とも綺麗で、特にかさつきとか角栓が目立ったりもないんですが、時間が経つにつれて3回使った中2回は角栓が目立っているので、今日どうなるか見ていきたいと思います。パウダーは資生堂のシンクロスキンインビジブルシルクルースパウダーのマットを使っていきます。ベージュのパウダーです。これをですね、本当に軽くのせないとザラつくんですよ。なので、すごく扱いやすいファンデーションかって言われると、両方ともそうではないかなと思うんですけど、でも持ちは良かったのでおすすめしたいです。本当に欲張ってパウダーを重ねるとザラつくので、丁寧に塗っていきます。これは昨日学んだんですけど、ツヤっとしてるところ全部消したいと思ってパウダーをたくさん重ねていくとボロボロになっていくので、擦れとかには弱そうだなって思います。パウダーを塗り終えました。はい、おでこはこんな感じで、本当に軽くパウダーを重ねているので、ツヤっとはしています。こちらの方が素肌感があるじゃないですか。で、こちらカバー力があってとても綺麗なんですけど、この前ふとした瞬間に写真を撮られて見てみたら、やっぱりこちらの方が色ムラが少なく見えて、めっちゃ綺麗だなと思ったので、お出かけの時とかにおすすめしたいクッションファンデかなって思います。ただ、今日10時間検証して綺麗に保たれたらの話なので、またまとめは最後にお話しします。こちらは5時間後の動画です。5時間後でもツヤはこのくらいで、おでこに関して言うと両方同じくらいのツヤかなって思います。ちょっとクリオの方が多いんですけど、ほぼ変わりません。よれたりもしていなくて綺麗で、頬と鼻はクリオの方がこの辺りのツヤは多いんですよ。で、仕上がり的にはこちらの方がセミマットなので持ちがいいかなと思っていたんですけど、この辺りとかを見てもザ・セムの方が持ちはいいです。今のところ角栓がすごく目立っている部分っていうのはないので、やはりパウダーは本当に控えめにした方がいいんだなって思います。5時間後ですが、かなり綺麗な方ではないでしょうか。こちらは10時間後の動画です。おでこは両方ともツヤが出ていますが、私の中ではまだテカリっていうほどではないです。ただティッシュオフはしておきたいかなくらいなんですけど、このくらいで、ずっとお伝えしている通り、クリオの方が
テカっているのと、あとやはり両方とも少しだけざらつきは出ます。ただ私の中だと持ちはいいかなっていう感じなんですが、ちょっと対面する距離だとちょっとわかるかもしれないんですけど、でもそこまでざらつきがすごく目立っているわけではないので、私はそこまで気になりません。こちらの方がやはりテカっていないので、ザ・セム推しです。私は冬でも使いやすいかなって思うくらいのマットでもないんですけれども、保湿感は特にないので、乾燥肌の方には合わないだろうなって思いますが、混合肌の方とか姿勢肌寄りの方におすすめです。毛穴落ちとかは両方とも特にありません。メイク直しをしたらだいぶ綺麗になると思うので、ティッシュで押さえてからパウダーを重ねていこうと思います。こんな感じでティッシュオフしてもざらつきはそんなに気になりません。ティッシュオフで皮脂を取るだけでいいんじゃないかなと思うんですけど、一応パウダーを重ねますね。いつもメイク直しで使っているエトボスのパウダーを塗っていきます。頬だけメイク直しをしてみましたが、このようにパウダーをつけることによってまたふわっとしたマットめな肌になるので、とても綺麗じゃないですか。両方ともすごく汚く崩れるっていうことはないので、クリオはデイリー使いしたい方、ザーセマの方はお出かけ用とかにおすすめですね。写真で撮った時もこちらはとても綺麗だったので、ぜひしっかりめにカバーしたいっていう方はザ・セムを購入してみてください。ということでまとめますと、クリオの方はセミマット仕上がりで、塗った直後はこちらの方が持ちが良さそうだなと思ったんですけど、ザ・セムの方が持ちが良かったです。で、こちらはナチュラルな仕上がりで、ザ・セムの方が完璧カバーっていう感じなので、クリオはデイリー使い向き、ザ・セムの方はお出かけ向きかなって思います。あとは普段からしっかりカバーしたい方にもおすすめです。私はこちらの方が気に入ったんですが、パウダーを重ねすぎないとか、っていう条件はありますが、とても綺麗にキープされたので、今撮影しているのが11月上旬なんですけど、今の気温湿度で特に乾燥はしないので、これからもっと乾燥がひどくなってきたら保湿系の下地と合わせたらちょうど良くなるかなと思います。こちらは特におすすめなので、気になる方はぜひ試してみてください。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。